皆さんこんにちは、ヴァンガードチャンネルです。先週発売のトライアルデッキもうゲットしましたか？アニメ1話2話で愛知とカイが使っていたデッキとほぼ同じ内容になっています。ブラスターブレードやドラゴニックオーバーロードも4枚入っているのですぐ遊べますよ。普段カードをあまりやらない方もぜひ手に取ってみてください。ということで今週からは結成チームQ4収録カードのみのご紹介となります。それでは今週も今日のカードを紹介していきましょう。1枚目はこちら、ソウルセイバードラゴンです。フォースを持つグレード3です。ソウルブラスト5することで自分のユニット6枚のパワーをプラス1万5000します。もちろん場のユニットが6枚以下でも効果は使えます。尋常じゃなくパワーが上がるので終盤に出てきて効果を使うとそのままゲームを決められるぐらいの強さがあります。アタックした時にソウルチャージ1する効果も持っているので、ソウルが足りない時はアタックしてソウルを貯めましょう。ポーンガルの効果でソウルチャージ1できるので2回使えば最初にグレード3へライドする時から効果を使うことができます。ポーンガルはハイドックブリーダー茜で山札からコールできるので合わせて使ってみてください。続いてはサークルメガスです。2つ効果を持ってます。1つ目はドライブチェックでグレード2以上が出た時そのカードを山札の下に置くことで1枚ドローする効果。手札にないグレードのカードが揃いやすくなります。上級者向けテクニックですが山札の下に送り1枚引くので相手には何を引いたか分からずこちらの手札を読めなくすることもできますよ。2つ目はライドされた時カウンターブラスト1を払うことで1枚引く効果。軽いコストで手札が増やせるのでとても使い勝手のいい効果です。グレード1にライドする時サークルメガスが手札にあればぜひライドしてください。続いてはラックバードです。リアガードサークル登場時ソウルブラストにすることで1枚引きそのターン中パワーをプラス6000します。こちらは少しコストが重いですがコールした時に使えるので便利です。グレード2になった時にソウルブラストを払えるようになるのでサークルメガスと合わせて使えれば2枚引くことができ安定した手札を作ることができます。またパワーも1万1000になるので出したターンは前列でアタックして次のターンからは後列でブーストする使い方ができます。2枚目以降の効果を使うときはインペリアルドーターやオラクルガーディアンジェミニといったソウルを増やすカードを使ってあげてください。続いてはノバグラップラーのグレード1トランスライザーのご紹介です。ブーストしたときソウルブラスト2を払うことでカウンターチャージ1します。パーフェクトライザーの効果を使うためのカウンターブラストを回復できるので表のダメージが1で油断している相手を攻めましょう。さらにヴァンガードへのアタックをブーストしているならパワーをプラス3000します。9000や12000のユニットをブーストするとフォースの13000に対してガードの要求値を上げられるのでおすすめの組み合わせです。続いてはツインブレーダーです。ノバグラップラーのセンチネルです。他のクランと同じようにドロートリガーになってます。続いてはオラクルシンクタンクのグレード3ビクトリアスディアのご紹介です。イマジナリーギフトプロテクトを持つグレード3です。起動能力でグレード3を2枚ソウルブラストし手札を1枚捨てることで山札の上から7枚見てその中からクリティカルトリガーを2枚まで山札の上に置くことができます。さらに自分のユニット6枚のパワープラス1万します。ソウルセーバーより上昇値が少ない代わりにトリガーが操作できるようになっています。実際に使ってみると1枚置かれるだけでもかなり辛くて2枚置かれた時の絶望感は尋常じゃなかったです。オラクルシンクタンクの切り札というにふさわしいカードでした。手札を1枚捨てるコストもプロテクトのギフトを捨てれば OK なのでソウルブラストするグレード3だけしっかり確保しましょう。ちなみにこの効果はリアガードでも使えるので積極的に狙っていってください。次に紹介するのはペタルフェアリーです。このカードをソウルに置くことで山札の上を1枚見て上か下に置けます。下に置いたら自分のユニットのパワーをプラス5000します。トリガーなら上に置けば OK、 トリガーじゃなくても下に置けばパワープラス5000してくれる補助的なカードです。もちろん CEO アマテラスのパワーも上げられます。続いてはロイヤルパラディンのグレード2ミスリルの召喚師のご紹介です。手札から登場した時カウンターブラストとソウルブラストを1払うことで山札からグレード2を1枚までリアガードサークルにコールできます。ハイドックブリーダー茜をコールすれば一気に3枚のリアガードを用意することができます。ただミスリルの召喚師は手札から登場した時しか効果が発動しないので注意してください。続いては今週の YouTube 限定公開カードバーストライザーのご紹介です。自分のヴァンガードがアタックした時
カウンターブラスト1とソウルブラストを1払うことでこのカードをスタンドすることができます。さらに相手のダメージが4枚以上ならパワーをプラス3000。ヴァンガードのアタックがヒットしたかどうかにかかわらずスタンドできるので、パーフェクトライザーと合わせて3枚スタンドなどもできます。パワーは9000なのでアクセルサークルに置いてあげたりライザーカスタムと一緒に使ってあげるといいと思います。以上、今週の今日のカードでした。ブースターパックの発売も近づき、今週はデッキの中心となるようなカード多めの紹介でした。来週は発売週ですので、さらにデッキの主力カードを紹介する予定です。 YouTube 限定要素としてまだ公開されてない超レアなカードも実物で紹介するのでお楽しみに。この動画普段木曜更新ですが、発売週ということで来週は水曜日にアップロードするのでよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。